こんにちは、スイラボです。今回の動画はこちら、ウランジのサイレン VM-Q1 というマイクの紹介です。先日、サビンテックのスマートマイクプラスというマイクを紹介したので、またマイクかって感じですけれども、基本的にはスマートマイクプラスを使って録音をしていこうと思っています。現在もスマートマイクプラスで録音した音を使っています。ただ、スマートマイクプラスはワイヤレスマイクなのでバッテリーで動いているわけなんですね。なので撮影中にバッテリーが切れてしまったり、今すぐ撮影したいような時にバッテリーがなくて使えないなんていうことも想定できます。また映像をカメラで撮って音声をスマートマイクプラスで録音した場合には、編集時に映像と音声をくっつけるわけですが、映像と音の同期を取るときにはカメラ側で撮影した音声に対してスマートマイクプラスで録音した音声を音声波形をもとに同期させるみたいなことをします。これは動画編集ソフトで自動でできるんですけれども、そういった作業をするためにも実際には動画では使用しないカメラ側の音声っていうのも録音をしておく必要があります。カメラについているマイクの音質はいいわけではないんですけれども、実際同期を取るくらいであれば使えるかなという感じです。たださっきも言ったように、何か問題があってスマートマイクプラスで録音できていなかったなんてことも起きると思うんですけれども、その時にカメラ側で撮っている音声っていうのが使えるレベルになっていれば、そっちをバックアップとして使うっていうこともできるわけなんですね。なので今回は撮影時の保険として使うためにこちらのマイクを買ってみました。こちらのマイクは価格が3000円ぐらいなんですけれども、ロードのビデオマイクロに見た目が似ているのでよく比較されているみたいです。ただ私はビデオマイクロを持ってないので、今回は実際の私のユースケースとしてスマートマイクプラスと VM-Q1 で撮った音が一つの動画で混在するっていうことを想定して、どれくらい音の違いがあるかという視点でレビューをしてみようと思います。それではこちらの箱を開けていきます。中身はこんな感じですね。入っているのはサイレンのロゴが入ったポーチ、ショックマウント、カメラにかぶせるスポンジ、カメラと接続するためのケーブルが2種類、そしてマイク本体にすでにモフモフがついている状態。こちらを外してみますと、マイクはこんな感じになっています。ちなみにこちらのケーブルですが、こちらのグレーのものはプラグが3極になっていて、こちらの黒いものは片側が3極、反対側が4極のプラグになっています。こちらのケーブルには4フォンと書かれています。スマートフォンなどで使う場合はこちらのケーブルを使うということのようです。あとこちらのショックマウントですけれども、パッケージだと結構明るめの赤になってるんですが、実物はだいぶくすんでるというか、もうほぼ茶色っていう感じに肉眼では見えます。とりあえずこちらのショックマウントにマイクをつけてみます。取り付けるとこんな感じです。このショックマウントは結構硬いので、ちょっとどれぐらい効果があるかっていうのはよくわかんないですね。それでは、今回は室内での撮影なんですけれども、一応こちらのモフモフをつけておこうと思います。つけるとこんな感じです。それでは一旦撮影を止めてカメラ側のマイクをこちらに付け替えてみようと思います。はい。というわけでカメラに VM-Q1 を取り付けました。現在の音声はスマートマイクプラスで録音したものになっています。それではここから VM-Q1 に音を切り替えてみます。はい、VM-Q1 の方に音を切り替えました。聞こえ方はどうでしょうか。 VM-Q1 の音についてはちょっと録音レベルが低いかもしれないので、録音レベルだけ調整をしています。ノイズリダクションはかけていない状態です。少し無音にしてみますが、ノイズなど入っているか聞いてみたいと思います。
はい。で、こちらのマイクは指向性があるんですけれども、私がいつも撮っているこの向きの関係で、ちょっと私の正面からはちょっとずれた位置にマイクがあるような状態になっています。だいたいマイクに対して30度ぐらいの位置から話しかけている状態になります。ちょっと音を確認してこようと思います。はい。というわけで VM91 の音を聞いてきました。ちょっとノイズがひどくてダメですね。終始ブーンっていう感じのハムノイズが音に乗っちゃってましたね。動画編集ソフト側でノイズリダクションもちょっと試してみたんですけれども、取りきれなさそうな感じでしたし、VM91 はスマートフォンだったり iPad などにつないで音を取ることもできるので、そちらでも試してみたんですけれども、スマートフォンなどにつなぐと今度はホワイトノイズがすごくなりました。ずっとザーっていう音が入っちゃってて、でなんか不定期にブツブツなるんですよね。結構 VM91 のレビュー動画とか見てると評判が良かったので買ってみたんですけれども、ちょっと自分のやつは外れだったのかもしれないですね。あとは撮影環境の要因も疑って、以前もスマートマイクプラスの動画でも話したように、この部屋の中に冷蔵庫があるので、そちらも電源を抜いてみたり、あと照明も消してみたりしてみたんですけれども、ノイズに関しては全然変化がなかったです。ミラーレスにつないだ時にはハムノイズが乗るし、スマートフォンにつないだ時にはホワイトノイズが乗るし、ブツブツっていうノイズも乗るしっていうことで、ちょっとこちらの個体がダメな可能性もあるので、可能だったら返品してみようと思います。ノイズさえなければ、当初の目的だったバックアップ用のマイクとしては使えそうな感じではあるんですけれども、ちょっと許容を超える量のノイズが乗ってしまっていて残念でした。ということで、ちょっとまだマイクに関しては決着がつかなそうですね。できれば安く済ませたかったんですけれども、最初からロードのビデオマイクロとかビデオマイク GO2 とかを買っちゃった方がいいのかもしれないですね。ちょっと沼になりそうだな。はい。というわけで今回はウランジのサイレン VM-91 のちょっとした使用レビューでした。個体差なのかもしれないですが、ノイズがひどくてちょっと使えないという結果になってしまいました。とりあえず自分の目的はまだ達成していないので、マイク探しの旅はまだ続くことになりそうです。あとスマートマイクプラスのノイズリダクションはやっぱり優秀だなって改めて思いましたね。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。